でもすごいこのなんかこうネットになんていうのかな、もう自分のこう現実空間とかの地続き感がもう加速してると思うんですよね。Oh, got it. Okay, the increase is by double. Like elementary, like find that going like, you know, エキソニモはですね、もう90年代の後半とかにインターネットが出てきて、で普及してきた時に、インターネット上で作品を作り始めて、それも2人で始めたんですけど、なんかやってるうちにだんだんアートみたいな形になってきて、でそれがインターネットから現実の展示とかもやり始めて、でそれを組み合わせたインターネットと現実とかその境界線みたいなのをテーマにしながらこうやってきてるアートユニットですね。もともとは、美術大学とかで知り合って、そうですそうです、東京での美術大学で知り合って、で、始めた感じですね。インターネット闇市についてもですか？インターネット闇市っていうイベントを2012年に東京で始めたんですけど、これは東京電機大学のキャンバスがもう使われなくなって、その建物全部使ったアートイベント、トランスアーツ東京というアートフェスティバルがあって、その中で何かやらないかという誘いがあって、でその時に始めたんですけど、それを始めたのはエキソニモじゃなくてアイパスっていうグループを、また別のグループをインターネット闇市のをやってる、主催でやってるあれですね。そうですね。そのグループでやったんです。それはちょうど大きな地震の後に私たち東京から福岡に移住したんですけど、でその時にいろいろ知り合いも転々といろんな日本のいろんなところに散らばってたんで、その人たちをつなげるっていうか、そういう知り合いたちと一緒にインターネットと現実空間をなんかこうつなげたようなイベントをしていくっていうようのをテーマにしたグループを作ったんですね。でそのグループでやったんですけど、じゃあそういうテーマでやってるグループなんで、インターネットと現実空間をつなげた何かイベントしようっていうのがあって、でそれでフリーマーケットスタイルでやろうっていうので始めたのがインターネット闇市で、インターネットに関するものを現実空間で売るっていう、そういうなんかお題をみんなに出して、それに対してみんなが答えて何か考えて、アイディアだったりものだったりっていうのをフリーマーケットとして売り買いするっていう、それがインターネット闇市です。このイベントってすごい世界中に広がってるじゃないですか。それはなぜそこまで広がったと思いますか？最初に東京で1回目やって、でも別にシリーズ化するつもりなかったんですけど、なんかそれがわーっと噂が広がったのもあって、じゃあもう一回自分もやりたかったみたいな人もいたりしたんで、2回目を次の年かなやったんです、東京で。でそれでもまた人がちょっと若めの人が集まってきて、でなんか少し広がったんですよね。でそれでじゃあこの後展開していくとしたらどうがいいのかな、もっと大きくするのがいいのかなとかいろいろ考えた時に、このインターネットを現実空間に持ってくるってアイデアが日本だけで通用するのか、それともなんか海外の人もシェアできるもんなのかっていうのを思って、これ海外でやってみたいよねって話をしてたんですよね。でそしたらちょうどベルリンのアートフェスティバルで何かやらないっていう話があって、じゃあ闇市やりましょうっていうことでやったんですよ。そしたらすごいこのノリが共有できてるっていうか、このお題で楽しむっていうのが共有できたので、これはなんかいろんな国でできたら楽しいだろうなと思って、でも自分たちが毎回行って主催するってすごい大変なんで、
あるルールだけをみんなでシェアして誰でもオーガナイズしていいよっていう形にすればいいんじゃないっていうことでオープンプラットフォーム化みたいなのをしてやったらじゃあ私もやりたい私もやりたいみたいな勝手にいろんな都市でやりたいっていう人が出てきてで広がったんですよ、ね、手挙げられて、あじゃあどうぞ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 そうですねみたいな、大体連絡を連絡くれて一応もらうっていうのはルールに書いてあって、まあ、シンプルなルールがあって、シンプルでそれにのっとってればいいよって、基本的に断るとかもほぼないんですけど、なるほど、今年10年じゃないですか、はいで、まあ、パンデミックがあってパンデミックの間ってやっぱりそういうイベントできないからそれが結構減って数がはいはいでオンラインでやったりしてるとこもあったりとかしてで、まあ、ちょうど10年だしまあこのタイミングでなんかまとめようみたいな感じで本を作るって決めたんですよね。インターネット闇市の今後ちょっと分かんないんですけどなんかコロナのやっぱりパンデミックでインターネットとの関わり方みたいなのがだいぶみんな変わったじゃないですか、でもすごいこのなんかこうネットになんていうのかなもう自分のこう現実空間とかの地続き感がもう加速してると思うんですよね。でそんな中でこのインターネット闇市みたいなこの実際にインターネットのものを現実空間に持ってきてそのなんていうのかその境界線を楽しむみたいなところがどうなるかなもしかしたら減ってくるかもしれないしまた違う形で出てくるかもしれないしまあなんかその辺が多分大きく変化はすると思うので、まあ、ちょっとそれは読めない初めて今回やってそれもちょっと見たいなというのがあってやったりはしてますけど。そうですね、あとこういう、ね、インターネットのものが現実空間にあるっていうのも割と一般化してきたと思うんですよ2012年にやった時よりも。仮想現実とかのあれもあってどっちがどっちか分からないなってきて、でなんかネット的なものをパロディ的に遊ぶっていうのもなんか割と一般化したし始めた頃ってそういうのもすらないまあ、ちょっと感じそれがだったからおかしいねクスッとできるっていう感じから本当にみんなが誰でもそれをやるぐらいなレベルで普及してるんで、ちょっとだからまた意味合い変わってくるしあと今回本作って、まあ、本もまた全然違う見え方を持ってくると思うんですよね本自体が。だからそれをやってみて、まあ、その後何が起きるかなって、まあ、見てみたいというか、何かそれによって変化が起きるのか起きないのかみたいなところをちょっとまあ見ながらっていう感じですね。まあねそうだね、まあ、自分たちでコントロールできるって感じももうなくなってきてるからもう自然にこうどうにかなるんだろうなみたいなある程度手から張られてそうそうですね勝手に育っていってくれる、勝手にねなんかちょっとそれ見て楽しもうかな今日はありがとうございまあしたりがとうございございました。はい。まぜまぜさんもありがとうございましたはい美味しいご飯めっちゃ美味しかった、いやめっちゃ美味しいみんな美味しいって言ってますよ。あそうです美味しかったまた呼んでくださいぜひ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 ごちそうさまでした、はいはい、エキソリモのお二人でした。ありがとうございます